こんにちは、セコンドルームのあずさです。今日はデュッセルドルフのビンポップストアというところにやってまいりました。このお店は前回デュッセルドルフのアーヘナプラッツで、お買い物したお店になります。今日その時に買ったシャツジャケットを着てきました。もしそちらの動画まだの方いましたら、こちらの方に概要欄載せてありますので、そっちもぜひ見てみてください。それでは行ってみたいと思います。後ろベルトみたいです。薄い。春の生地感、ベージュ。軽やかな感じやね。ね、このウエストシェイプのさ、シュッとした感じのラインがなんか50年代っぽくて可愛いんですよ。ここら辺のここら辺のね、ラインがここもね、これがシュッてなってるんだ、ウエストが。ベロはそれ？ベロは。ここら辺ちょっと羽織って。まあそれは今までで取るだろうねっていう感じのこのあれだね。でもその茶色のそのちょっと今日暖かいからそっちの気分だね、なんか。そうなんですよ。もう春なんだね。ちょっと大きいかな。ちょっと大きいな。あれだね、やっぱり髪の色が変わるとさ、着る服も全体的にやっぱり変わるもんだね。ちょっと大きいですね、やっぱり。形がいい、なんかね。大きいよね。ここのキュッて感じが可愛いんだけどね。インテリ意味はわかるけどね。肩パッド入ってんの？入ってる。入ってる。結構がっつり入ってる。可愛い。わかるけどねって感じ。なんか肩がね。そう、肩がすごいのよ。私もともと肩が張ってるんでさ。余計張っちゃったね。これグッチだ。本当だ。可愛いね。可愛いね。上もあるんだよね。すごいベルトですね。そうですか。それってジャケット着なかったらそういうのなんかズボンがなんかあれなんだね。いい感じだとね。ジャケットサイズが合わないってことです。ズボンなんだっけ？ユニクロのワイド？ユニクロのワイドタックパンツ。ジャストサイズ。見たらわかると思う。ジャストサイズ。その今日のズボンとはさ、相性はいいよ。だけどさ、肩周りから頭の感じがちょっとなんか、なんだろう、肩からジャストサイズ。肩からジャストサイズ。言ってる意味が多分全身鏡見たらわかると思って。わかるって。このね、ラインが綺麗だなと思って見てるね。それ襟でしょ、特徴なのは。そう。見てよその襟。あれと一緒じゃん。オレンジの私が持ってる70年代。広かった。ここが広かった。でこう丸みがあるこの感じっていうかさ。広くて短いね。なんだろう、紺色は黒だな。これね、黒じゃなくてね、濃紺なの。濃紺？ネイビー。そう。ネイビーですよ。でちょっと品があるんだ。この金とね、相性がいいよね、ネイビーだとね。なるほど、ね。可愛くない？確かに。前ここで買ったのもネイビーでしたけど。
それもネイビこれもネイビー。ー？あ、そう。これは何なの？ストライプね。これよくある。これかわいいね。あ、ちっちゃい。そうそうそう。いいちか大きくなったらさ。ちゃんが大きくなったらそれかこうわいい。こういうの似合いそうじゃない？似合いそう。彼女は。もう季節外れではございますが、これ可愛いなと思ったの。好きだよね。この柄が私は多分好きなのよ。そのさ、多分犬もそうだけどさ、そのほらチャウチャウじゃなくてなんだっけ犬、プードル。はいはい。くるくるっとしたこの、その感じでしょ。私あの毛が好きなんですよ。プードル好き。そういうなんかこうモケモケっとしたものが多分好きなんだと思います。ね、犬もそうだけどさ、プードルが好きなの。モケモケっとしたものが好きなんだ。まあでもそっちの方がしっくりくるよね。でしょ？まあ普通に今さっきよりもこっちがいいよでしょね。可愛いよね。このオレンジと黒の合わせが可愛い。まあ秋冬ですよ。がっつり。Eine Wendejacke, ne? うん？ Also 2 Jacken. つばやく？ Ja, kannst du wenden. あれじゃない？裏表使える。あ、そう。へえ。 Ja. こうもいけるとうんリバーシブルなんだ。リバーシブルなんだよ。ほう。なるほど。で、あこういけるあ、と。柄が変わるんだ。面白いね、確かに。で、ポケットもこっちに入れれると。あー、ちょっとカジュアルになったね。そうだよね。このモケモケの分量が少なくなったもんね。あー、ちょっとカジュアルになったかった。はあ、はあ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 は私さっきの方が好き。あ。私はモケモケ。いやでもね、後ろちょっと後ろ見せて。後ろが綺麗。うん。装飾が、あ、でもそれも悪くないな。可愛いよね。うん。この配色は絶対私が好きな配色なんですよ。黒に茶に金髪。ああ。これが悪くない法則なんだね。好きな配色なんですよ。それいいよ。ね、可愛いよね。うん、面白い。すごく面白い。これ可愛いなと思いました。でももう春でもね、もうね、春ですし、モケモケいっぱい持ってますし。アウターそう、アウター地獄なんですよ、私の今のラックは本当に。アウターばっかり、もっとパンツ欲しいなと思いつつ常にアウターを見てしまうんですよ。曲がっちゃうからね。そうなんだよ。もうこんなの。そんなんまあそれ可愛い。何それ可愛いじゃん。これ多分スカートとあれだセットだけど大きいんじゃないかな。いいかな。ジャケット着てみよう。こういうペンシルスカート。ああ、ウエストがしっくっと締まってんうん、の。可愛い。しかもこのさ、この前のこのパイあピングのデザインが可愛い。あ、コンマ。バサって感じ。大きいっしょ。大きいよね。大きいというか色合いじゃないかな。今さっきのが全然良かったような気がする。多分私が暖色系が似合うんだよ。色合いのもだって白と黒のほらプレージュのやつはいいんだね。あ、そうだね。うんそうだね。これ多分ね、ちょっと緑入ってる。ちょっと入ってる。ここセットアップ系なんですよ。まあ秋冬ですね。ちょっとね、秋冬ですね。もう春夏に行きたいのでね。こっちの古着屋さんとかってさ、季節感とかあんまし出さないかも。古着屋さんって季節感出す？やっぱりでも日本の古着屋って季節感出るでしょう。あ、でも M では出すよね。 M で出すっけ？うん、秋になったらじゃあレザーが入りましたとかさ、ああ、そうだね。夏になったらランジェリーシャツ特集しますとかさ、あるじゃんね。確かに。Grundsätzlich
ここも有名なんだよね。さ、古着で難しいのって一番パンツじゃない？なかなかさ、このラインとさ、サイズ感とさ、合うの。それやっぱ年代でさ、下が絞っているものが多かったりとかペンシルタイさプ。なんだよね、比較う的。ん。これ似合わないんだよね。古着はパンツは結構難しいよ。難しいよね。うん。今までこれだってやつあったかな。私コージュロイパンツぐらいかな。でも最近は本当にさ、ドバンとしたものしか履いてないから、下がグッと絞ってるんだよね。うん。難しいよまあ、こういう時はシャツでしょ。うん。シャツはいいよね。ね、これも色が綺麗だったんだ。つなぎ。アウスフランス？違うだよね。多分ドイツだ。ドイツだよね。多分ドイツだ。なんかフランスとかのドイツとかの差は大体わかる。そうね。うん。これはね、まあ普通なんだけどさ。これも多分ドイツなんだよね。バーンボイ。これドイツですね。うん。これもつなぎ。でも私似いや合わない。その柄は結いける？構いけるけど形がどうかな肩パッドがね、すごいのよ。って感じかふわな。ふわ。うん。形がね難しいんだよね意外と。これはね、でもシャツ多かったよね。メンズのあれもあったけど。大体私も選ぶ色一緒だから。ね、くすみカラーしか手に取らない。大体一緒やね。そうそう。くすみカラーしか手に取らない。これも色は好き。だけどね、でも生地感がね、大したことないんだよね。そう、これが気になったんだ、私。フランス。それはいいよ。メイドイン。これ絶対いいでしょ。これ後で聞く。でもそのフリフリ感っていうのがどうなのお前。あ、フリフリフリじゃ感じゃないいか。なよ。エレガントよ、これ。もうストールが巻かれたようなデザインになってる。うん。これ素敵だよね。面白いかもしれこない。れかわいい。やっぱフランスがいや、合うと思うわ。ね、フランスなんですよね。うん。それから知りませんが、絶対取るねと思うたらやっぱ取るね。ベルリンだったよ。それもモードな感じ。それも着てみたらどう？これ着てみる。着てみるよ。大好きなヒョウ柄ありますけど。いやいや、そこで俺が大好きなヒョウ柄でそれを着ると思う。だいたい最近ヒョウ柄じゃないし。私。だって一時期さ、常にヒョウ柄ばっか手に取ってたじゃない。あったよ。大阪のおばちゃんみたいな感じでね。常に。そう、常にヒョウ柄だったじゃない。最近でもヒョウ柄全然、でもまあ全然ってこともないよって。こと。でもね、ヒョウ柄にもね、いろんな柄がありまして、その、なんていうのかな、惹かれる柄っていうのがヒョウ柄にもあるんで。聞いてねえじゃん。そう。シャッとした長い。わかるね。わかるけど、わかるけどって感じがする。わかるけどって感じ。これ。花子ですね、花子。これあれでしょ？ギラフェでしょ？ギガフェだね。ね。ギガフェって言ってもわかんないから。キリン。キリン柄よ。私もさ、トラックだけどさ、着てみろよ、ちょっと。着てみようかな、なんか、良さげなやつ。良さげなやつを、なんか、着てみたいな。若者のさ、若者のちょっと流行りに乗ってみようかなと思って。さ、ちょっとさ、こういう
いうのだったらいける？それはね違うと思う。違う？それはそういうのじゃないでしょ。意味合いが違くない？違う？これは無理よいや私。これこれ女だったらこれ着るかな。派手だってなんかないの？普通にこの辺だよ。なんかさニュアンスだけ知りたい。ニュアンス着この深緑。ニュアンスを知るのに適したやつがございますか？いや緑はちょっと違うかも。難しいよね。これ襟がすごい高くて黄色が入ってるっていう。いやでも違うと思う私。違うね。似合わないという結果になりました。ああヒョウ柄これだよ。それすごいね。それ着こなせる人私すごいと思う。これじゃなマジで言ってる。い？着なよこれ。お前はさでもさ一つ脱却しないといけない部分もあると思うよ。それはどう？着てみましょうか。想像がつかないわ。自分が着てるところが全くもって。なんか偏っちゃうんだよね私がっつり。冒険しないもんね。そうなんです意外とね。そうなんですよ。保守的。そうなんですよ。保守的な人。保守的。そうなのよ。私ね、なかなかまあねね。女性はでもね失敗したくないもんね。あと結局好きなものが結構はっきりしてるのよ、服は私。だからもうこれっていうのがあるから。確かに。着てみよう。あ、そう、ここおパンツ天国なんですよ。ああ言ってたねなんかね。そう、ここおパンツ天国なんです。あパンツ。あでもさそのパンツはさいろいろとめんどくさくないの？ズボンの上それをズボンから上に着ることによってさまた。パチンって外しておトイレ行ってる。ああそういうことなんだ。これね、でもね、これがね、素敵だなと思ったら。あインナーにさ、使いやすくあない？使いやすいで、使いやすい。この生地感っていうかさ、色合いがさ、ちょっと黒だけど真っ黒じゃないみたいな。これは着てみようと思います。こんなのもあるんだよ。ボタンついてます。それパジャマだよ。これどうやって着るんだろうね。これとこれとあるんだけど、やっぱこっちで。俺だったら右側かな。最初にお前が言った方かな。これ着てみよう。それでズボンなしで出てきてポンと。それは身体的にですかって言われるよ。公然わいせつ罪で。そう。いいよね。これライン綺麗だよね。いいよね。このウエストのラインが。赤いい感じ。自分では絶対選ばない。選ばないよね。うん、絶対選ばない。形が良くない？形がいい。このキュッとなって感じ。うん。でも色がね。いや俺その色はいいと思うんだよね。デニムとか。いいと思う。デニムとか。うん。デニムとかっていうかモダンの中に赤が入ることによってなんかなるほど。俺はねなんかそういう風に思ったよ。なるほど。あとねそのカーブがね面白い。そのラインそのラインがね面白いなと思う。なるほど。でした。新しい自分。いいと思うんだよ。ひーちゃんも好き？やだ。ママすごく好きなんだけど。やっぱり女性らしさをやっぱ強調するんだかなフランスっていうのはな。このドレープとかがすごく綺麗じゃない。なんかズボンが難しいけどね。そう。ズボンが難しいけど、でもこれにタイトスカートとかでも可愛くない？ペンシルスカートみたいな。膝丈とか。赤の方がいい、赤の方がいい。ちいちゃんはそっち？ちいちゃんはそっちなんだ。まあでもねこれ難し
いや面白い服だとは思うけどね。上まで締める。結構クラシック。結構クラシック。ズボンが難しい。そうそう、ズボンが下がね、ズボンというか下がね、下が難しいと思う。これで結構長いじゃない、ここが。ちょっとこっちちょっと近寄ってきてさ、そのふわふわってその前方をふわふわってさ、そこが強調的なんだけど、ね、ストールがかかってるみたいな。そのないの、そのな。今までの感じでよくすげえ似合ってるとは思わないけど、面白い服だねっていう感じかな。でも赤の方がいいよ。ほい。ほい。パンツ。肩パッド入ってる。お前ズボン入ってるやね。いや、履くやん。ママ可愛い。履くやん。可愛い。はい。そういう風なもん結構ピタッだ。としてる。赤とそれが可愛い。でもここにさ、肩パッドが入ることうん全然違うね。全然違うね。その肩パッドは意味があるかこのちょっと肩パッドは意味がある肩パッドだね。肩がない人とかこういうのいいかもね。ちょこインナーとかで。こっち見てごらん。肩が強調できないからそれ。あ、その肩パッドは意味あるよ。ね。うん。でなんかこれがあるからさ、下着っぽく見えないっていうかさ、見えないピタッとしてても。これデニムとかにこれ一枚で可愛いけど。俺は全然この間買ったじゃん。パリでいけるいけるいける。ね、このハイウエストで女性らしい感じ。それがいいかもしれない。これすごくいい、使いやすそう。使いやすそう。しかもさ、平行になるんだ。ママ、しかもさ、こういう青いやつに、で、こたなしでこうやってやつ。うん。もうあれなし。また骸骨のやつか。出ました。来ました、骸骨のやつ。来ました。来ました、骸骨のやつ。 Schon eine Ansage, ne? ああ、好きです。多分まあ普通 Nee, に ich 大 glaube, 丈 mehr 夫 als das habe ich jetzt nicht. そう、アウフドーチュー。あ、どうだろう、見てなかった。これも結構ここがキュッてなってるね。そうなんだよね。その形的にいくと不思議な形だよね。あとこの襟がね、うん。ツンってなってる感じですね。ラインは綺麗だね。それベルトがあったんでしょ本当は。ループがあるよ。ねえ。だからそこにさ大きめのベルトをボンとつけても面白いんじゃない？おお、そうそうそうよ。そうよそうよ。でかっ。そういう感じだったんだ。これで多分黒だったんでしょうね。だよね。ね、これの意味が出てる。うん。だからその意味があるんだろうね。この意味がね。なるほど。やっぱり一つ一つに意味があるわけですね。まあね。一番でも、まあ、その下に着てたのがそれが一番良かったかも。これが良かったこよねのこの中ではそれかな。これね、使いやすい。うん春とかにインナーで使えそう。でプール行く時もさ、それパーッとズボン脱ぐじゃん。それごとパンといけるんでしょ。行かない。水着じゃないし。それ行かれないの？いや意べちゃ味ない。べちゃになっちゃう。撥水加工ないから。ああ、そうなんだ。意味なくはない。今のはね、赤。ちいちゃん赤が良かった。ふんふん。結構捨ててる部分が多いよ。多い。うん。赤の方がいい。赤の方がいい。そうでも可愛いよね。いや。あれ？変かな。いや変じゃない。決して変じゃない。変ではないよ。まあ好みかな。あと白と金髪っていうのが今ちょっとその薄くまっちゃって黒に染めないけんねえか。なるほど。丈感がいいんでしょってこと。丈感が気に入ったんだよねきっと。あとこの透け感とうん。この
あんまりドバッとしてない感じ。ものすごく密したシャツっていうわけではないけどっていう感じかもしれない。わかんない。それは好みでしょ。もうこうなったらその好き感とか。でした。いいね。はい、いかがでしたでしょうか。ビンポップストア 1.0 読み方が合ってるかちょっとわからないんですけど、はいでした。デュッセルドルフのねヴィンテージショップで、一度以前デュッセルドルフのアンヘナプラツっていう飲みの駅フリーマーケットでそこのお店を見つけて、ぜひ店舗にも遊びに来てねということだったので、今回行ってまいりました。今回の私の購入品を紹介していこうと思います。今回私が購入したの1点なんですけど、この今下に着てるおパンツデビューです。そうなんかこうなんていうのあれなんていうのこうお股のところでパチンってこう止めてこう今私このハイウエストのデニムを履いてるんだけど、こういう時にシュッてこうラインがやっぱりここが綺麗もたつかないし、インナーにすごくいいなっていう感じです。でここに肩パッドが入ってるんだよね、ちょっと。だからここがちょっとカクンってツンってなってて、そこピタッとしてるんだけどインナーっぽくないというか、なんだろう、下着っぽくない、この肩パッドのおかげで。なのですごくこの春とかジャケットのインナーとかでガンガン使えそうです。そう動画内でもあったと思うんだけど、その私が結構趣味が偏ってて、お洋服に対してなんかこうシックだったりとか、フランスの、手に取ったら大体フランスのものだったりとか、あとはくすんだカラーが好きだったりとか、そうなんかこうパキッとした原色のものを私はあんまり着なくて、で娘激推しの赤のこういうニットあったでしょ。あれね、そう買おうかな、その値段も高くなかったし、ちょっとトライしてみようかなと思ったんだけど、なんかこうイメージができなくて、自分の中でそれを着ている自分が、だからね、なかなかその殻を破るというか、なんかこう新しいスタイルに挑戦するっていうのはなんか意外と難しいなと今回改めて実感しました。なんかこうね、原色をパッと素敵に着こなしてるのもいいなと思うので、なんかそういうロールモデルの人を探して真似して、ちょっと新しい自分を見つけていきたいなと思っております。原色使いが上手な方していたら、ぜひコメント欄で教えてください。私のロールモデルにさせていただきます。皆さんは何かありますかね。私はこういうのばっかり選んでしまうとか、なかなかこういう新しいアイテムに挑戦できないとか、はてまたこうヴィンテージのものがいいなとは思うけどなかなか手が出せないとか、何かありましたらそちらも教えていただけたら嬉しいです。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。